空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日は思考の感覚体験というお話をしたいと思います。思考の感覚体験と言い切っていいのかとも思いますけど、私はそう思っているのでそういうことにします。何年か前の出来事なんですが、友人と家でおしゃべりをしてたんですね。そしたらその友人が話の最中に突然ワンネスみたいなものを感じたような出来事があったんです。その様子をね、私は目の前で見ていて、何が起きてんだろうって思いながら、わけは分かんないんですけど、とてつもなくすごいことが起きてるんだろうっていうことはなんとなく分かりました。その後彼女が落ち着いてからどんな状態だったかも聞いて、そんなことが起きるんだ、私もそんな感覚になってみたいっては思ってはいたんです。でそれから1ヶ月くらいしてから別の友人がうちに遊びに来た時にその時の話をしたんですね。でそんなすごいことあったんだよって。でその後また別の話をしていた時だと思うんですけれど、突然、本当に突然ぐわーっていきなり込み上げるっていうか、もう波のように押し寄せる多幸感が私のお腹の中から溢れ出てきたんですよ。もう何かを言おうとしても溢れ出てくる多幸感に押しつぶされるっていうか、もう心が震えて、もうただただその感覚に浸るしかなくって、涙も勝手に出てきて、おえつとともに。もうそれをね、ちゃんと説明しようとしてもうまく表現する言葉がね、もう見つからないんですけど、もう寄せては返す波のごとく、うわーって宇宙に広がった感覚っていうか、自分の肉体の感覚もないんですけど、波のように湧き上がる多幸感っていうのだけはわかるんですよ。肉体がないまま感覚だけがあるみたいな。でビジョンもメッセージも何にもないんですけど、もう溢れ出る感覚に身動きもできない状態でした。もうね、だからその感覚は多幸感とか思考の感覚って言っていいものだと思います。それでね、急におえつし始めた私をあっけに取られて見ている友人に何が起きてるか説明しようとしてもね、もうその体感が波のように押し寄せてくるので言葉も出ないんですよね。でちょっと落ち着いたかなと思うとまたそのね感覚が溢れ出てくる。もう何度も言ってますけど、寄せては返す波のごとく、とにかくその感覚の思考の感覚の強弱の中にいるんですよね。強い感覚の時は頭の中は真っ白で、もう浸るしかない感じなんです。だからもうね、泉のごとく溢れ出る多幸感っていう言葉が一番近いかな。で目の前の友人はね、事前に以前のその友人の話を聞いていたので、多分私にも同じようなことが起きてるんだなっていうのは理解して見ていたっては言ってました。最初にそれが起きた友人のそれとは違う感覚かもしれないんですけれど、私はその友人と同じようなことが起きているのではないかなと感じていました。そのね、最初にその感覚になった友人は多分15分か20分くらいその状態だったと思うんですよ。でも私はね、多分10分くらいだったと思います。でその波が終わって少し落ち着いた頃、その余韻がねしばらく体に残っていて、ものすごく幸せなエネルギーを全身で浴びたような感覚でね、ぼーっとしてたんですけど、そんなことがありました。でそしたら後日そのね唖然として見ていた友人がね言うんですよ。私にも同じことが起きたって。伝染すんのやっぱりって。でもね、それは多分3分くらいだったって言うんですね。だから不思議なことにね、その波の時間はどんどん短くはなっていってますけど、伝染したんですね。いや伝染なのかな、わかんないですけどで私はね、その後しばらくはそのわーって湧き上がるその多幸感がね取り戻せてて、ちょっと浸れたりはしました。でもね、今はできないですね。またそれができたら嬉しいなとは思うんですけれど、で思い出したことがあって、15年くらい前に何人かで瞑想をしていた時に、やっぱりねその多幸感を味わったことがあるんですね。多幸感は何回か味わってはいるんですけど、そういうちょっとこうソース的なものの多幸感は
瞑想してた時なんですけど、突然ね、眩しい光の中に自分がいるビジョンが見えて、でその光の中にたくさんの人がいて、私も含めみんなね、光の中心に向かって立ってるように見えたんですよ。でもね、肉体は見えなくって、うっすらとね、顔と肩くらいまでの姿はなんとなく見えてはいるんですけど、ほとんど肉体とか境界線がない感じがしました。でその時ももうなんかすごく幸せな感覚で、ああこれがもしかしたら宇宙の中心っていうかソースのイメージなのかなって思いながら浸ってたっていうことがねありました。多幸感に奥行きがあるとしたら、その時のは入り口に近かったかなっていう感じはあるんですけれど、でもね、そういうものに良し悪しは全くないので、体感した感覚が全てだと思うので、またできれば体験してみたいなと思う私の思考体験についてお話ししました。それでは今日はこの辺で。ではまた。